だからトニーは盆栽アーティストとしては失格ですね。はい。今日はマイキーもトニーも来ました。うるさい。今日はプロ vs アマチュアでキー書きましょう。得意ですかトニー？マジぐらい得意ですよ。本当？スーパーサイヤ人レベル3ぐらい。スーパーサイヤ人レベルの。そうそう嘘です。私本当に苦手です。トニー、おい先にどうぞ。おーおしんおしんて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 ん。やっぱ日本から盆栽描きますから。盆栽本当に盆栽描こうとしていますか？うん本当に盆栽だよ。だって日本だよ。盆栽は描いたことないな。私も嘘。僕毎日描きます。毎日。そう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 。盆栽アーティストじゃない。盆栽アーティストですよ。でもやっぱり葉っぱとか私にそこは一番難しい。そうだから先生よろしく。やっぱりレフェレンスが必要ですね。盆栽を育ったことはありますか？僕？うん。私殺したことはあるけど。うん僕はでも育ったことはない。いっぱい殺したよ。ベストキッドとか見てて僕も欲しいなって。そんな大事なやつなのに殺しちゃダメです。盆栽アーティストだけど盆栽嫌い。早速シェーディングとか入れているんですか？そうアバウトで盆栽アーティストだよ。盆栽キラーで盆栽アーティスト。そう盆栽キラー。盆栽キラー。なんかいいラップの前ですね。俺の前は盆栽キラーだよ。女とお金だぜ。何？女と金と盆栽だぜ。どういうキャラかわかんないですね。盆栽でも1億円で売れたりしますからね。1億円？なんか雲をイメージして盆栽描くんですか？そうですね。盆栽のことをよく知ってますから。直線描かないようにしていますか？木ちょっとオーガニックっぽいが大事かな。だからちょっとルースな感じがいいなと思って。トニーが描いている盆栽はいくらくらいで売るんですか？10,000万ぐらい？1億？1億かな。高い盆栽なのに結構安っぽいな。ほらポットに入ってる。それはそうですけど、だって僕のビジョンが木の方が一番大切なポイントですよ。まあいいんじゃない？完成です。盆栽手邪魔じゃないですか。見えない。では盆栽に負けないようなめっちゃイケる木を描きます。はい。まだ描いてないけど。よし。こんなこういう感じです。この木名前とかありますか？オクト木。ちょっと2つのでかすぎるか。ちょっとレッドウッドみたいな感じ。さあ全く何をやってるかわからない。これキーっぽいかな。キーっぽいです。キーっぽいですかマイキー？はい。はい。この木もっと高いになった。絶対30万になったですね。全くどうしようか。そう、Earth Day もう終わったですね。アースデーはどういうものですか？ Earth の誕生日。そう誕生日なんだ。日本にありますか？いや聞いたことないです。嘘っぽい。嘘っぽいじゃねえよ。Hey Siri。無視された。I found this on the web for Can You Homewood the Earth's birthday. What? 葉っぱどうするか本当によくわかんない。だっていつも女性キャラだけ描きますですね。女ばっかりですよ私。Tree waifu。ワイフ的な。そうワイフ的な木を描けばいい。新しいジャンルできました。そう。メイクマネー大事。メイクマネー。はい。木です。木です。すごい頑張りました。頑張ったじゃあ枝にいっぱいコロッケがついてる感じ。一応今お腹が結構空いてます。ということでマイキーさんお願いします。よろしく。
じゃあ書きます。お願いします。木って言っても木自体本当はいろいろ種類があるので、なんだろう、それによって全然違うと思うんですけど、一番最初にボリュームを決めたんまあです。大体これぐらいかなみたいな、大体ですけどね、本当にそうかは分かんないですけど、じゃあラフでいろんななんか丸いなんか円を使ってそうですね、ボリュームをなんか葉の塊を作る感じで、これが手前でこれがその奥みたいなあ感じとかでイメージしながらやりますね。で、僕の仕事の場合、そのいきなりその綺麗に描くわけじゃないんで、こうやってガサガサ描いて、後で綺麗にしていくんで、ちょっとあんまり見た目は綺麗にできないんですけど、デジタルの人がコピーペーストとか箱を作るの、それはすごいタイムセーブ。でもやっぱりアナログですごい。その僕らの仕事で葉っぱ描くときって筆ペンっていうこの段階でちゃんと描かないんですけど、どっちかというと影の具合とかだけ作っといて、こういう風にしますよみたいななるほど。イメージを持つように。爆弾と一緒みたいな感じ。まあ近いですね。でもやっぱりボリューム先に分かる方が後で描きやすいですね。そうですね。一応まあ見えないけど枝とかはちゃんとこう伸びて、できるだけこう幹があった時にこう同じ位置にならないようにする方がこれぐらい下げたり上げたりとかして同じ位置に来ないようにした方がいいですね。輪郭っていうか、はいこういうギザギザの線はどうやって描いていますか？後でその筆って先がこうなってるじゃないですか。そうですね。これの筆先でこうちょんってつけてピッてやったりしてやるとなんかこういう形になるんですよね。なんでそれで葉っぱとしての表現を描いたりしますね。でも鉛筆の段階でなんかランダム、はいアバウトです少しランダムよりだいぶざっくりアバウトにやるんですけど、鉛筆の段階で細かく描いてるとめちゃくちゃ時間食うんで、あとはもうほんと本番で描く感じですね。これちょっとバランス取れすぎてるんですけど、本当は木の形自体ももうちょっとこっちに偏ってたりとかランダムなんで、まあこれはちょっとバランス良すぎるな。まあ一応描き方としてはこんな感じで、まあ下書きだったらこれぐらいでいいかなって感じですね。ペン入れでまたいろいろ付け加えたりするんで、本当にちゃんと書こうとしたらもうちょい時間かかるんですけど、この辺のバランスは後で足したり消したりして、形これ今ちょっと綺麗すぎるんで、あとは例えばこうとかがこの幹の続きが見える時とかはこう消してこう見えるようここに幹描いたりもするんですけど、まあこれだとちょっと急になくなりすぎてるんであれですけどいいですね。ありがとうございます。では比べましょう。まずは盆栽の木。種の木が幹のところはなんかメインになるんですよね、盆栽。そうですね。葉っぱはアクセント。アクセントと幹の形がすごいなんか大事ですよね。で比べてみると私が描いた木が結構普通っていうよりキーですね。木ですね。ここにディテールあんまり入れないんですよね。じゃあちょっと忘れちゃっただけ。でもすごい雰囲気が出てきていいですね、これ。あとこういうところに小さく形が分かるような影が描いてもらっていいですね。そうちょっとどうやってvalue variation とかバリエーションですね。それは最近そういうことを考えてる。そしてマイキーが描いてくれたおすごい漫画っぽいですね。本当に勉強になったのは最初にちゃんとなんかボリュームを決めて、そうするとバランス的にいいような気。私結局もっとなんかこれくらい紙欲しかったこれ幹のところをでかく描いちゃってスペース足りなかった。気になったのは枝そんなに見えないですよね。私結構なんか枝が見せなきゃいけないと思っていっぱい書いちゃったんですけど、そんなに見えなくていいですよね。まあその枝を見せないといけないシーンだったら必要ですけど、特に意味がないんだっ
ってあと例えば季節的に木が枯れてない季節、冬だと葉っぱがないものもあるのでこの辺は考えてですねやったらいいと思います。あとこういうディテールのところはよくこういう形下に来る線とこういう横になってる線、それはどういうところを表現しようとしていますか？もうちょっと本当は細かく描くんですけど、まあ幹が木の太い部分あって、ここにもやっぱ凹凸があるんですね。こういう木の切り株って丸に見えるけどちょっとずつ凹凸があるので、そういうこと。そのここの部分で線引いてここの部分でこの曲線の線を引く感じ、イメージとしては光が当たると真ん中が一番光が当たって白くなるので、こっちはあんまり描かずにできるだけこっち側にディティールを入れるとそれっぽくなる。こっちはあんま描かなくてこっちとこっちにするとそれっぽくなる。こっちがパースかかってこっちから見てるとここら辺はどんどんパースがかかってこのスパンが短くなるのでこの線が多くなる感じのイメージですね。だからまあこっち側はあんま描かずに白くしておく感じ、少しだけ。じゃあ奥に行くことによって幅が狭くなるんだ。なるほど。この前の背景描く動画と同じように汚しとかタッチ入れることでそれっぽくなるんですよね。そうですね、はい。感想を言いながら比べてもらえますか？漫画で描くんだったらどういうところでいろいろなんか足したら。盆栽の木もいろいろあると思うんですけど、多分一番メジャーというかスタンダードな松の木だと思うんですけど、幹の描き方の工夫はいいと思いますけどちょっと細いかなっていう印象があって、どうせ描くんならこれだったらまあこれぐらいの太さからいってっていう感じで入って、あとまあディティールもこういう流れと合わせて入れてもらって、基本的に下の方が太くて細くなっていくのでここよりこっちが太いとかはあんまりないと思うんですよね。そういうのも気をつけてもうちょっとやって、あと葉っぱなんですけど松の葉っぱは絵的に言うともうこういうトゲのやつなので、まあこういう感じで描いていけばいいのかなっていう気はしますね。その漫画的に言うと。あとはまあ厳密に言うといろいろ生え方あるんですけど、そのどの辺で描くんですか？木の先のとこですね。本当は途中でもいいしこの先にまたあってもいいんですけど、こっちにもまあバーってこれと同じようなのがここにあってもいいんですけど、この辺もディティール足しつつ入れ物いっぱいに土が入ってるんで、まあそれでもいいんですけどちょっとまあ少しウェブにさしてそれも置けばいいかなっていう。確かに入ってるよっていう感じになりますし、これは多分盆栽の世界の話だと思いますけど、盆栽の世界によっては多分この入れ物も多分こいつを引き立てるのに大事なものなので入れ物も多分本当はこだわらないといけない本当はね、だからトニーは盆栽アーティストとしては失格ですね。はいバレた。もうポットでバレた。フェイキットインメイキ。そして私の単純キはちょっと本当にいっぱいコロッケが刺さってるようなので確かにそう。この塊が全部同じサイズ基本的になので、まあ、例えばここだと手前なんで一番こっち側前なんで大きめにするとかで奥に行くにつれてちょっとずつちっちゃくみたいなにすればよかったんですね。でパース的に言うとこれはこっちは見上げてるんですけどこういうパースになってるんでなかなかちょっと魚眼みたいなこっちはこういう感じなのでこっちはまたこっちでこういうパースになるのでなんかすごいこうカメラのやつで撮ってる感じGoPro で、でまあ草もちょっとあまりにも存在にラフに描きすぎなんでもうちょっと細かく描けたらいいな。これももう僕ペンでやりたいんですけどで下も例えば植物いろいろ違うのもあるんでこう適当にこういうのも生やしたりとかしていかないとじゃあもう少し草の時間かかるんですよね、いろんな種類を足した方があとさっき僕のでやったみたいにこの線を入れるんだったら、まあ、こっちの両側、なので同じ感じで全部入れるんじゃなくてこっち側に多めに入れる。もっと言うとこれ多分これって枝を切った後になると思うんですよね。そうなんだ。だとしたらもうちょっと上まあここでもまあダメじゃないですけど、まあ、もうちょっと上でもいいかなって気はしますね。枝が出てきそうなところ
そういう高さ。で基本的に左右のバランスが綺麗に取れすぎてるので、自然のものっていうのは基本的にその完全にシンメトリーとかではないはずだから、ここはまっすぐでもいいとしても枝のバランスはやっぱ全然違うようにしたり、ここもまあ基本的にこういう同じ位置で発生してるんで、こっちはこっちならこっちはもうちょっと下からこうとかして、ここもここと被らないようにこっちに生やしたりとかした方がまあいいかなっていう感じです。私だったら、この周りの線結構単純な雲みたいな、これしか描けないんだけど、ランダムに見えるけど本当はこれランダムじゃない気がして、こういうような何かコツありますか？木の葉っぱの表現の仕方ってまあその1枚ずつこうやって描いていくのもあるし、単純にこういうやつのこう描いて単純に影だけこう塗りつぶすやり方もあるしっていろいろあるんですよ。じゃあこれもまあ例えば漫画の内容にもよるんですけど、描き方としては別に、あとなんか種類でこうなんかガチャガチャって描いて影の部分もこうやってガチャガチャっつって影つける描き方もあるっちゃあるんですよね。昔の漫画に多いんですけど、なんでそれの練習とかはしてる手癖もあって、まあ僕はラフで描くときはこうやって描いたりしますね。本番でこう描くかわかんないんですけど、別にこだわるところでもそんなにないんですけど、影の線もジグザグにこうやって描いていきますね。まああんま最近は見ないと思いますけど、漫画の背景として使うんだったらどれくらいこれからいろいろ足さなきゃいけないんですか？足すというより綺麗にしていって、これとか当たりの線に近いので綺麗に本番の線を入れて、この葉っぱの部分とかは、まあ、僕のこれの感じだと筆ペンっていうので、まあここは塗りつぶすんですけど、この先の部分はこういう感じでペン先で処理して描いていく感じですかね。そのまま G ペンでこの線をなぞったら大丈夫ですか？いやこのまんまじゃちょっともうちょっとその要はこの木のサイズだと葉っぱ1枚多分これぐらいとかちゃんと描くんですか？これぐらいなんで、まあそういうサイズに直したりこうしていく感じです。あとは別にここの葉っぱの形じゃなくてもちょっとこうやって飛ばしながら、まあその線をこうやって描き切らずにちょっと飛ばしながら光で見えませんよみたいな雰囲気にしながら描いたりもします。この白いところにこの真ん中辺にそのままでいいんですか？白く黒のこの白との間のところも葉っぱみたいにギザギザにするんですけど、単純にこの急に真っ白だとおかしいと思った時はここら辺にもちょっと足したりはします。でもこれよりそんなにはっきりじゃない？そうですね、こんなはっきりじゃなくてもうちょっとバラバラした感じで、すごい。ということで盆栽単純木やっぱり木は形がそんなに複雑じゃないけど、いろんな小さいところでこういうディテールとか光が当たっててちょっと見えなくなるとか、あとボリュームとバランスの取り方は大事ですよね。あとこういう左と右がちょうど同じレベルじゃなくて別のところになるのが一番自然に見えますね。ではありがとうございます。勉強になった。勉強コロッケ食べに行きましょう。じゃあ行こう